ずんだもん。みんな、こんにちは。今日もずんだもんと一緒にお勉強タイムなのだ。今日はね、アフリカの島国、カーボベルデを紹介するのだ。実は、みんな、聞いてほしいのだ。このカーボベルデ、なんと国の中に住んでいる国民よりも、海外で暮らしている国民の方が圧倒的に多いらしいのだ。国民の半分以上が外国にいるなんて、世界でもすごく珍しい国なのだ。驚きだよね。そんな不思議なカーボベルデから今日は3つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。警察事件、ブライアの殺人容疑者、インターポール協力でポルトガルからカーボベルデへ逮捕、送還という記事なのだ。ブライア市で殺人容疑がかけられていた人がポルトガルからカーボベルデに送還されたという国際協力が光る大事件なのだ。一体どんな事件だったのか一緒に見ていくのだ。カーボベルデは西アフリカ沖大西洋に浮かぶ美しい島国なのだ。火山性の地形が特徴的で首都はサンティアゴ島にあるプライアなのだ。15世紀にポルトガルが発見し、無人島から植民地となり、1975年に平和的に独立した歴史を持つ安定した共和制国家なのだ。人口はおよそ55万人ほどで、とても小さな国なのだ。主な産業は、手つかずの自然と美しいビーチを生かした観光業や、豊かな海洋資源に恵まれた漁業なのだ。海外に住む人々からの送金も経済を支えているのだ。文化的には、ポルトガルとアフリカの要素が混ざり合ったクレオール文化が特徴で、特に、モルナという感情豊かな音楽は世界的に愛されているのだ。伝説的な歌手、セザリア・エボラもこの国の出身なのだ。近年は、気候変動への対策や持続可能な観光開発、再生可能エネルギーの導入に力を入れているのだ。大西洋に輝くこの国で、ゆったりと流れる時間の中で、豊かな音楽と自然を体験してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。カーボベルデ航空、9月までに島間フライトを120便増便という記事なのだ。カーボベルデ航空が9月28日まで国内の島間便を120便も追加で飛ばすって発表したのだ。これで6000席以上も増えるから、夏休みの繁忙期で増えたお客さんの移動がとってもスムーズになるのだ。特に、格安航空でサル島やボアビスタ島に到着した人が、他の島へ乗り継ぐのにすごく便利になるように考えたらしいのだ。実は最近、航空機が故障して運航が乱れたことがあったんだけど、会社はもう先週水曜日には全て正常に戻ったって言ってるから、これで安心して利用できるのだ。みんなの旅行がもっと楽しくなるといいなのだ。二つ目のニュースなのだ。国立病院建設、2026年着工と保健大臣が明言、という記事なのだ。カーボベルデ国立病院の建設が、2026年半ばにいよいよ始まるのだ。保健大臣のホルヘ・フィゲイレドさんがしっかり保証してくれたのだ。この病院は国にとってすごく大切なインフラになるのだ。建設は国の財政状況に合わせて2段階で行われるのだ。全部で144床のベッドがあって、総工費はなんと2億4600万ドルもかかるのだ。最初の段階では心臓病と腫瘍の治療が中心で、約2万平方メートルの広さに44床が整備される予定なのだ。次の段階では、さらに1万平方メートルを増やして、神経科や整形外科、手術室などが追加されるのだ。これで合計74床が増えるのだ。この病院は、カーボベルデの人たちみんなに、質の高い医療を届けるために作られるのだ。約束を果たすだけじゃなくて、未来のための大切な施設なのだ。大西洋に輝くカーボベルデは、美しい自然と豊かな文化が魅力なのだ。航空便増便で観光が便利になり、国立病院建設で医療も強化されるのだ。国際協力で治安維持にも努め、着実に発展しているのだ。この素敵な国に、これからも注目なのだ。
ちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。